まさに映画の呪怨の敏夫くんのような男の子、湿った似たどうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお怪談巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回は投稿怪談をお送りしたいと思います。本当にね素晴らしい怪談を皆さんたくさん送っていただきましてありがとうございます。今回は写真付きのやつもありますが、6人の方のですね珠玉の怪談をお届けしたいと思います。今回はてっちゃんさん、そして、女性の王さん、そしてすごいのがここに来てね話してくれたのに投稿怪談の方で怪談を送ってくれたっていうね霊感レンタル親父さん、すいませんありがとうございます。そして、ノムケンさん、マーリンさん、6人目最後がトム・ジェリー大好きさん。はい、このね6人の方の怪談紹介させていただきます。ぜひね概要欄の方のメールアドレス、タイトルステッカー係と書いてですね連絡先、送ってほしいと思います。そちらの方に番組特製のステッカー、プレゼントで送らせてもらいます。お願いします。で引き続きね皆さんも、ぜひ不思議体験ありましたらメールアドレスの方にですね、不思議体験怪談送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあもうどんどん行きましょう。6人の方のすごい怪談です。まずは1人目てっちゃんさん紹介いたします。いつも拝見しております。そして初めてメールいたします。ありがとうございます。自分が浪人生ぐらいの時なので今からおよそ20年前に起きた実体験を今回ご紹介します。現在の実家と予備校を往復していた頃の話。事の始まりは突然でした。深夜2時ごろ、少し夜更かしをしていてベッドの上で部屋の電気を消した状態で携帯をいじっていた時、突然外から子供の笑い声、あははははは、キャ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 、外から子供の笑い声が響き渡ったんです。聞こえるなの程度ではなく、あ笑い声だとはっきり聞こえるぐらいの大きさでした。外で誰か遊んでるのか。あれ、いや今深夜2時だよ。そんなのおかしいよなと思った矢先、突然の土砂降りの雨が降り始めたんです。その時は偶然だろうと深く考えず、明日もあるしと寝ることにしました。朝起きて予備校に行く前に朝食を食べながら、昨晩にあったことを母に話したんです。母もなんだろうね程度、大して重く考えずで自分自身も予備校に行き帰ってくる頃にはすっかりこのことは忘れていました。ただ帰ってくると母の様子が少しおかしいんです。どうしたの聞いてみると、いや今朝さあんた子供の話したじゃない。あれねごひいきにしている魚屋さんのおばさんの小さなお孫さんもね聞いてたみたいなのよね。お兄ちゃんがね外で笑ってたよ。自分が感じたその声、だいたい小学生低学年くらいの男の子という感じでした。そのお孫さんは4歳から5歳くらいの子なので、その子からしたらお兄さんに感じたんでしょう。偶然同じ声を聞いたのかなと話していた時、その地域に昔から住む年配の女性がその魚屋に買い物に来た時、その話を聞いていて、あんたたちが来るずっと前はね、そこにある用水路、今みたいに高い柵はなかったんだよ。ある時ね、大雨で道路と用水路が分からなくなるほど水があふれてね、6歳か7歳くらいだったかな、男の子が落ちて亡くなってるんだよ。それからね、全ての用水路の周りには柵がつけられたんだよね。そんな話をされたそうです。それを聞いて母も魚屋のおばさんも背筋が凍りつく思いをしたんだそうです。もしかしてその亡くなった男の子笑ってたのは辻褄は合うけどやめてよという気持ちになったそうです。それからなんです。自宅でおかしいことが立て続けに起きるようになった。深夜家の廊下を歩き回る音、それがピチャッピチャッという足音が鳴ったり、階段を往復する音が日に日に
移動距離が伸びていったり、キャスター付きの椅子を急に引っ張られたり、電子レンジが稼働中いきなり止まったり、目の前でしっかり置いてあった辞書が床と平行に飛んで落ちたり、自分の部屋を何者かが走り回っている音がしたり、犬が階段をずっと見つめていたり、母親が料理中ずっと視線を感じていたりなどなど、もう数え上げたらキリがありません。しかも子供以外にも大人の男性、女性などその例は様々だったんです。これがほぼ毎日のように起きていて、自分も父親も母親も聞く、見るが当たり前の生活になってしまいました。そしてそれが何十日も続いたんです。慣れてきた頃、ある日を境にパタッとそういった霊現象がなくなりました。霊たちは出て行ったのかなと忘れた頃、自分が家に帰ってきた時、玄関前には犬が待っていました。鍵を開け電気をつけようとスイッチに手を伸ばした時、それはいたんです。ほぼ正面にある階段に男の子が座っていました。暗闇にでもぽわーっとほのかに光るように。顔色は青白く、白目はありません。真っ黒な目でした。目なのか穴なのかわからないほど真っ黒な目、そして半袖半ズボン、ランドセルを背負っていて体は濡れていました。自分が気づいた時、その男の子はニターッと笑いながら立ち上がろうとしていたんです。本当に背筋が凍りつくような感覚、全身の毛穴が開くような冷や汗、あまりの恐怖で涙が頬を伝いました。取りつかれるか、何をされるんだ、指手動け、電気をつけろ、必死に自分で念じ、やっとの思いで指を動かし電気をつけた途端、その男の子は消えていました。そしてあまりの恐怖でその日は家には入れず、外の犬に抱きつきながら両親の帰りを待ちました。それからです。パタッと本当に一切の心霊現象がなくなったんです。未だに脳裏に焼き付いています。まさに映画の呪怨の敏夫くんのような男の子、湿った似たという笑顔、ありがとうございましたということなんですね。最初にね、笑い声が聞こえた。で別のところにいるね小さな子もね、同じような笑い声を聞いていたっていう。でその用水路では以前、6歳7歳くらいの男の子が亡くなっているっていうね。でその後ね、現れた時もこうなんか濡れているとかね、足音もピチャピチャという音がするっていう。なんでしょうね、でもニタッと笑ったっていう、なんかやっぱりこうどうしてもね、そういう存在にあって笑ってると、うわ怖いって思うかもしれませんけど、確かに怖いと思うんですけど、もしかしたらこの男の子からするとただただね、無邪気に遊んでいて、で自分のことをね見えているなんて方に会ったんで、あーって嬉しくて笑ってたっていう、なんかそういったこう驚かそうとかね、嫌な気持ちじゃなく、本当に無邪気な笑顔だったのかもしれないですけどもね。ただ不思議なのが最後ね、そうやってしっかり確認をしたあとパタッとね、心霊現象がなくなるっていう。でその時ね起きてた心霊現象っていうのが、その男の子だけじゃなくって、いろんなね、その男の子以外、男性女性大人の霊様々でしたっていう。なんかその瞬間だけなんかもう霊道になってしまったかのような、そんなねことになったんだけれども、最後その小さな男の子をしっかり確認した後パタッてね亡くなるっていうのは何でしょう。もしかしたら自分がここでこういうふうに亡くなってしまった、そんな自分が今いるんだよっていうメッセージをしっかり伝えられたので、それ以降ね姿を現さなくなったんですかね。でも最初もねすごくこう雨がザーッと降ってくるっていうね、水、そのね土砂降りがね、この雨が降り始める前に最初に笑い声が聞こえた。なんかこの辺も何か意味があるのかなという感じですけども、ありがとうございました。さあ続いてなんですけども、写真を送っていただきました王さんという女性の方です。昨日の話です。母と居酒屋で楽しんでいた時、母のスマホで自撮りをした写真になります。こちらなんですね。ちょっと今ね目線の方はちょっと入れさせていただいてますけど、本当にこう素敵なお二人で、左が私右が母ですっていう。
ね、左側の王さんもね素敵な方ですけど、お母様もお若いですね。なんかパッと見お友達とか兄弟って言われてもわからないぐらいね、本当にこう若々しいお母様なんですけども、つい先ほど母との写真を見返していてインスタに投稿しようとたまたまこの写真が漏れていたんで、少し小顔加工をしようとして写真をズームしたんです。母の左上に母の方をギョロッと見る女の人の顔を見つけました。久しぶりにこう見た瞬間にうわって分かるぐらい僕はしっかり顔が見えたんですけども、正直私は心霊などはあまり信じていないんですが、これを見た瞬間恐怖で鳥肌が立ってしまいました。この顔が目に焼き付いて忘れられません。確かにちょっとこうギョッとしてしまうような顔ですよね。私たちはお店の外で飲んでいたんですが、中で座っているお客さんの顔だったのか、いや違うね、母の顔が反射しているのかとも思いましたが、それにしては顔が大きく透けていて私の顔にも似ていません。そうですね、本当にたまたまかもしれませんが、4月上旬から私はほぼ毎日悪夢を見ています。この写真を撮った後ってことですか。一度だけ金縛りにも遭いました。仕事のストレスが大きかったり、したので金縛りも心霊的な現象じゃないとは分かっているんですが、何か関係があったらと正直怖いです。これは心霊写真になるんでしょうか、ということで、皆さんいかがですか。ちょっと怖いですよね。で本当に王さんね送っていただいてね、本当に申し訳ないんですが、僕なかなかこういうのね感じたりね見る力がないので、でも不安だと思いますんでね、このお階段巡りのもうある意味兄弟チャンネルと言ってもいいですね。物産ネル、はい、後輩のですね、パシンペロンはやぶさちゃんにちょっとこれじゃあ奥本さん見ていただいて、はい、ちょっとね、どういうことなのか、でさらにどういうふうにしたらいいのかっていうね、王さんがまた安心できるようなね、助言アドバイスをもらいたいと思いますんで、ちょっと待っててください。はい、お写真送っていただいてありがとうございました。さあ続いて霊感レンタル親父さんです。いやいや来てよっていうね、別に投稿じゃなくって、で以前もこちらね出演していただいて素晴らしい怪談披露してくださいましたが、今回なんとメールで怪談を送ってくださいました。はい、ありがとうございます。では読ませていただきます。島田さんお疲れ様です。以前お怪談巡りにお邪魔させていただきました霊感レンタル親父でございます。自分ではもうこの話はできません。ただ島田さんが話す分には大丈夫だと思いますのでよろしくお願いいたします、という霊感レンタル親父さん、霊感がねある方ですが、この方が体験をしたお話ですかね。はい、その女性は私に言うんです。何か私取りつかれているみたいなんです。あなたは見える人なんですよね。そうやって霊感レンタル親父さんに言ってくるわけですね。私がお茶を濁すような態度をとっているのが気に入らないようなんです。せっかく時間取ってきてるんですよ。はあ、そうなんですかと私は気のない返事をしました。いいですか、このところね具合も悪いですし、周りでいろんなことが起きてるんですよ。これ絶対霊の仕業なんですよ。これね信じてない方にはこんな話しないんです。であなたって見えてる方ですよ。だから相談してるんですよ。場所はファミレスのボックスシートなんですが、女性が僕に言ってくるんですと。私はパスタを頼み、それが出てくるのを待っています。相手は正面に座っていますが、その方の憤りは全然収まりません。なんとか言ってくださいよ。周りの目もあって私は相変わらず相槌しか打てずにいました。まずね私についてるかついてないか教えてほしいんですけど、これどうなんです？ついてますね。ほらやっぱり。でも私小さな声で言ったんです。でも困りましたよ。で僕ね払うことはできないんですよ。いや困ったじゃないって、あなた払えないんだったらこれじゃあどうしたらいいか教えてくださいよ。もう困ってるんですよ。お寺行けばいいんですか、神社ですか、教会ですか、どこ行ったらこれ払ってもらえるんですか。いや正直もう本当に僕はどうしたらいいかわからないんです。それしか言いようがありませんでした。
私の話を隣のボックス席の方が見ているのが目の端に映ります。こんな話変な人以外の何者でもないよな、それは見られるのも当然だよな。いや、私についてる幽霊ってどこにいるんですか。彼女が言うんで、あなたの隣に座ってますよと、隣ボックスシートの席に気を使い、できるだけ小さな声でお話をしました。見えてるのに払えないんですか。うわ、もう怖い、あなたダメな人ですね。散々な言われようです。それに私は少しカチンときてしまい、もう腹をくくって正直に彼女に話したんです。いいですか、もう今からね、お話しすることちゃんと聞いてくださいよ。あなたについている幽霊をどうにかしたいって思うなら、まずあなたが死を受け入れて成仏しなさいよ。あなたが死んだことを認めればその方ともうまくやれるはずですよ。あなたの隣に座っている人、よく見てごらんなさい。ちゃんと見えるはずです。その方ね、あなたの身内ですよ。あなたが死んだことを認めないからお迎えに来てるんですよ。そう言うと彼女はすっとその場から姿を消しました。その後すぐ後に冷めたパスタが届き、私はそれをいただきました。隣のお客さんたちもウェイトレスもボックスシートに座って一人で話している私を少しおかしい人と思っていたことでしょう。私はランチを取るため一人でファミレスに入り、注文を終わらせた後に目の前のシートに全く見ず知らずの女性が現れ、いきなり相談された、そういうお話を今回聞いていただきましたという。すっごいなんでしょうね、すっごいなんかこの絵が浮かぶというか、ちょっと一本のドラマみたいな感覚になってしまいましたけどもね、普通にランチ食べようかなと思ってファミレス座ったら目の前にスーッだから幽霊が来ちゃったってことなんですよね。でこの幽霊の方っていうのは自分が亡くなったことに気づかずに、ちょっとあなた見えてるんでしょ、私なんか最近なんかおかしなことあって、私なんか幽霊ついてんじゃないですかっていう、実はその人自体が幽霊だったという、いやすごい話ですね。さすが霊感レンタル親父さんでした。本当にありがとうございます。さあ続きましてペンネームのむけんさんです。はじめまして、いつも YouTube を拝見させていただいている視聴者です。とんでもない写真が来ちゃいました。前々から霊障的なことがあると言っていたら、知人から写真が送られてきたんです。こちら某テーマパークの風景写真を撮った際に写ったそう。ちなみに手前の柵から先は人の侵入不可、撮った時も人はいなかったんですが、この写真ご覧ください。どうぞ。はい、がっつりですね。もう一番前ですね。ふわっとこう手で、これもしねこの柵がありますけど、柵の下から手出してるんだったら、この手のね、何でしょう、この手首、この柵にこう手入らないだろうって感じもしますし、もし柵の後ろ側だったら手の前に柵がこう見えるはずなんですけども、ぐっともう前に出ちゃってますもんね。これは一体どんな意味があるんでしょうか。生き霊ですか、死霊ですか。その知人とは何か関係ある霊なんでしょうか。ちなみにこの写真を撮る前に一眼レフを知人が落としてしまい、レンズが粉々になったそう。壊れた後は携帯で撮っていたら今回の写真になったそうです。またいつもお守りでつけているパワーストーンが夢の中で切れてしまうという夢を2回ほど見ているそうです。夢の中でパワーストーン切れるってね、なんかこう危険なね兆候とか言われてますけど、僕のその経験上というか、今までこうね見聞きした中での話でいくとめちゃくちゃくっきりしてるんですよね。ってなるとこれ生き霊なんじゃないか。でさらに手ってやっぱりね、人間のもう思いや念がある意味一番こもる場所と言っても過言じゃないじゃないですか。手相、僕は手相を見ますけどもね、ここに情報がたくさんある。あとは相手の手の内を読むとかね、手当てとかね、はい、やっぱりこう手っていうのって何かこうすごく心がこもる。でさらに何か欲しい時にはグッとこう手を伸ばすし、怖いことがあったら反射的にパッとこう手でね、こうね、自分を隠すし守るし、あとふわっと嫌なものは払いのけるしってやっぱ手なんですよね。だから何かこう心霊写真でも手が映り込むっていうのは
その思いとか念がすごく出やすい体のパーツだからなんだろうなと思ってますけど、めちゃくちゃ強いってことは何かね、これどういうことなんでしょうか。でもなんかすごい思いを持った生き量なんじゃないのかななんていうふうに思いますけどもね。はい、某テーマパーク、何がすごいってもうどこかもう完全に分かっちゃってるってことなんですけどね。ちょっと次行く時怖くなっちゃいますね。この場所っていろんな都市伝説もある場所ですもんね。はい、ありがとうございました。さあ、続いて5人目マーリンさんからです。島田さん、思い出したお話を聞いてください。主人の母が亡くなっていろんな整理をしていた際、使っていた携帯電話が出てきたのでサイドボードの上に置いておきました。はい、義母は認知症で足腰も悪くなり施設にもいられなくなって特養のような病院で最後を迎えました。携帯を最初は持たせていたんですが、昼夜構わず電話をしてきて、帰りたい、家が心配、お父さんが心配、そうまくし立てるので主人が携帯を預かっていたんです。当然電池も切れていて画面は真っ暗。解約しなきゃね、そう言って放っておいたものなんです。実家には義父がいたんですが、一人での生活がやはり難しいので施設に入り、ほぼ実家は今空き家状態。家は築50年余りだったので住んでいないとあっという間にガタが来ていました。そんな中、私の携帯に1本の電話が入ったんです。ふと見ると登録してあった義母の番号なんです。すごっ。何と思い、仕事中ということもあり電話は取らずにいました。すぐ主人にメールをし、主人が仕事帰りに見に行くと実家に着いてびっくり。床下に設置していた漏水警報器のアラームが鳴り響いていたそう。すぐに業者に連絡をしました。義母がねえお家今大変よ、そう教えてくれたのかなという話をしました。当然義母の携帯は真っ暗。でも私の方には確かに義母からの着信履歴が残っていました。不思議ですけどこういうことあるんですね。いやちょっとなんか久々にちょっと面白いっていうか、もううなっちゃうような話でしたね。いや素晴らしいお話ありがとうございます。さあ最後いきましょう。ペンネームトムジェリー大好きさん、男性の方です。いつも楽しく拝見しています。楽しい動画をありがとうございます。たまに見えたり感じたりしてしまう霊感が少々ある50代の男性です。ご多忙と存じますので短めの不思議体験を送ります。お気遣いありがとうございます。40年以上前です。私が小学校低学年の時の体験。いとこから自転車をもらいウキウキで初めて出かけたという帰り道のことでした。家の近所の数百メートルの下り坂を突き当たりの県道の手前で急ブレーキでかっこよくキーッと止まろうと思い、加速をしてブレーキをかけようとした時に、なんと当時出版されたばかりの忍者ハットリくん第2巻、懐かしいですね、藤子不二雄先生のね、忍者ハットリくん第2巻が道のど真ん中に落ちていたんです。それはどこの本屋でも売り切れていて、まだ誰も読めていないと学校でも話題になっていた幻の本。信じられないと拾おうとして自転車のブレーキをかけようとしたら、その自転車のブレーキは故障していてかかりませんでした。足のつかない大きめの自転車だったのでどうにも減速ができず、とっさに道路脇の民家の垣根へ突っ込んでなんとか止まることができました。しかしとにかくその服部くんが気になって服部くんの漫画が落ちている現場に行ってみると確かに落ちています。持ち帰って夢中で読んで翌日学校へ持って行って、しばらくの間幻の服部くん2巻を持つ男子として隣のクラスにまで話題になっていました。もうヒーローだったんですね。もしも服部くんの漫画が道に落ちていなかったらブレーキの故障に気づかずにそのまま県道に飛び出していて車にひかれていたか、もしくは突き当たりの民家へ突っ込んで大怪我をしていたと思います。今思い出してみると何かに守られた感じがして不思議でならないという体験です。
服部君が守ってくれたっていうよかったですね。服部君だと思ってね、そこでブレーキが壊れてるところに気づいて、その時には無事に止まれたわけで、そこでね服部君に気づいてなければ、その先でキューッと急ブレーキで止まってやろうなんて考えてたわけですから、間違いなく県道にバーンと行ってたわけですもんね。いやゾッとしますよね。本当に服部君に救われたっていう。しかもヒーローにもなれてっていう。なんでしょうね。本当にそういうことって本当にめちゃくちゃ運が良かった偶然だとは思うんですけども、これがちょっと階段的にもうそっちの方にね脳みそを考えていくと、すっごい守ってくれてるとかね、おじいちゃんとかひいおじいちゃんとかもしね亡くなられていたんだとすると、孫がすごく好きな服部君で、プレゼントをして命も救ってヒーローにもなれて、それも読めてっていう、そういう世からのプレゼントとかって考えたくなりますけど、どなたかが落とされたんでしょうけど、本当に何もなくてよかったですね。でもこういうことっていうのをよくね、これ怪談だけじゃないんですけど、意味があるんだっていうふうに思って、で自分は運がすごくいいなとか守られてるなっていうふうに自分でそっちの方に持っていくことで、その感謝の気持ちがすごく芽生えたりとかね、あとは自分は運がいいんだっていうふうにすごく思うと、実際にその気持ちがね、引き寄せじゃないですけども、やっぱりいいことが起きてくる。あとはそのパフォーマンスが実際に上がるっていうね話って結構やっぱりこれ開運的にもありますんで、何かねこういう偶然いいことがあったっていう時にたまたまだとかね、でそうやって冷めた感じにするんじゃなくって、うわーなんて自分は守られてるんだ、なんて運がいいんだっていうね、だから自分は大丈夫なんだっていうね、こういう経験をぜひプラスの方にね自分の人生とね、してもね、持っていってもらうとより良くなるんじゃないかななんて思いますね。何よりもね偶然だよっていうよりも、いや聞いてよこんなことがあってっていう方が人生楽しいじゃないですか。いや素敵なお話送ってくださってありがとうございました。さあ、今回ね6人の方のお話紹介しましたが、このね6人の方にはステッカープレゼントいたします。ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にタイトルステッカー係、そう書いてですね、連絡先の方を送っていただけたらと思います。そして引き続き皆さん不思議体験あったらお送りください。お待ちしております。というわけで今回はこの辺で失礼いたします。島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。